こんにちは、ウォッチミックスです。今回はカナダのマイクロブランドフルークス様とのコラボレビューとして新作 FLX004 を時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。このフルークスという時計ブランドは日本ではまだ知る人ぞ知るマイクロブランドなんですが、ヴィンテージのダイバーズウォッチからインスパイアされた魅力的なモデルをラインナップしていて、人とは違う通好みな腕時計を楽しみたい、そんな人に大注目してほしい時計ブランドになります。今回レビューしていく FLX004 はクラシカルなダイバーズスタイルにモダンなダイヤルデザイン組み合わせてあって、トレンドを追わない、そんな独特なスタイルに仕上がっているので、シンプルだけど個性のある腕時計を楽しみたいって方はぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに実際に手にしてみた第一印象なんですけど、それはモダンなスタイル独特だなって、そんな感じでした。最近はヴィンテージウォッチからオマージュされたシックなダイバーズウォッチっていうのは多くあるんですけど、この FLX004 はモダンなアート作品、そんな感じがあって、とにかく世界観っていうのが独特ですね。いい意味で褒め言葉なんですけど、腕時計のトレンドを全く無視している、そんな感じがあって、好きな人だけに伝わればいい、そんなメッセージがこもったデザインじゃないかなって思いました。勝手な印象なんですけど、この FLX004 手にしてみて想像したことがあって、それは2001年宇宙の旅、そんなレトロフューチャーな世界観に出てくる腕時計だなって感じたんですよね。ブラウン管にチカチカ点滅するドットとかワイヤーフレームが映し出される、そんなクラシカルな時代のツール感、古めかしいけどモダンにデザインされている、その近未来的なスタイル、そんな雰囲気がなぜか伝わってきたんですよね。1960年70年代の近未来的デザインだったり、あとはその雰囲気、それが好きな方だったら懐かしく、そして新しく見えるかとは思います。ではデザインを時計マニアな目線で細かくチェックしていこうと思います。今回レビューしている FLX004 はヴィンテージのダイバーズウォッチからインスピレーションを得た、そんなフォルムに仕上がっているので、時計全体のスタイルとしてはオーソドックスなスタイルになってるんですけど、文字盤のデザインがとても特徴的。十字のクロスラインで4つのセクター部分に分けられていて、モダンアートな感じありますね。今の時代っていうのはヴィンテージテイストの腕時計っていうのは多くあるんですけど、このシンプルでアート的なこの感じ、ちょっと新鮮な印象に映りました。そのブラックの文字盤にはゴールドのブランドネームだったり、あとはオートマティックの表記入ってるんですけど、左上右下とアシンメトリーに配置されてあって、これも印象的な見せ方になってますね。この不安定っていうのかアンバランスな感じ、個人的にすごく刺さりました。本当にダイヤルにおいては繊細なオーラ伝わってきます。そして自分身はクラシカルなダイバーズウォッチからインスピレーションを得たブロードアローになっています。モダンな文字盤と絶妙な組み合わせ、ほんの少し違和感があるんですけど、それが面白いですね。針の作りとしてはフラットな作りになっていて、その場の光加減でキラリと光るのもいい感じ。蓄光においてはオールドラジウムカラーになっていて、文字盤にあるゴールドカラーの表記とうまく馴染んでるのもいいですね。そしてベゼルは回転ベゼルになっているんですが、クリックのない両回転式ですね。ドットのポインターっていうのも、なんとなく無機質な感じに見せていて、いい味わいになっていると思います。文字盤のデザインっていうのはアート的な感じで、好き嫌いっていうのはあるとは思うんですけど、刺さる人には刺さる、そんなデザインに仕上がってますね。写真とかグラフィックとかアートが好きな人だったら、この文字盤見てドキッとするかもって感じました。そしてケースなんですが、1970年代のダイバーズウォッチ、そんな感じでスーッと伸びたケースライン、そしてスパッと切り落とされたラグ、ケースのエッジにはミラー面が入っていて、ほんの少しドレスな感じもあるので、ジャケパンスタイル合わせてもすごく相性いいんじゃないかなと思いました。ユーズはねじ込み式になっていて、防水に関して安心感があって実用性もバッチリですね。ここ嬉しいですね。そして風防はふっくらとしたドーム型のアクリル風防になっていて、古めかしい感じが時計全体のスタイルとよく合ってます。
ストラップにおいては海洋プラスチックから作られたブラックのストラップ、これがねデフォルトになっていて、その無機質な素材感っていうのかな、それがこの FLX004 によく似合ってますね。ただ簡単にね付け替えができるクイックリリースタイプになっているので、自分好みのストラップに交換して楽しむっていうのもありだと思います。時計全体の印象としては、時刻をね知るツールというよりかは、どこかレトロなアート的アイテム、そんな感じがあって、誰にでもおすすめするっていう腕時計ではないんですけど、このね独特なスタイルに直感的に刺さるっていう人はめちゃくちゃね深く刺さると思います。個人的にこのクラシカルで繊細なデザイン、めちゃくちゃ好きです。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していきます。ムーブメントは機械式自動巻きですね。いわゆるゼンマイ式の腕時計になっていて、キャリバーはセイコーの NH38A が搭載されています。ベーシックなキャリバーなので、特にねここがすごいっていうところはないんですけど、信頼性も高くて安心して使えるのがいいところ。そしてサイズはやや小ぶりな 38mm ですね。この 38mm っていうのは腕にね収まりがすごくいいので、ジャケパンスタイルとかきれいめなねスタイルに合わせる時でも品よく見える、そんなねサイズ、絶妙ですね。そしてガラスはヘサライトと呼ばれているアクリル風防ですね。ガラス素材ではないので、やっぱりね経年変化で多少小傷は入っていくかとは思います。そして防水は20気圧防水となっています。20気圧防水あれば泳ぐことも可能なので、水関係は安心して使えるようになっています。ここ嬉しいですよね。スペックについてはバランスよくねまとまっていて、コスパの高い腕時計といって間違いないと思います。ただヘサライトと呼ばれるいわゆるねプラ風防になっているので、数年愛用するとやっぱりね小傷入っていくので、気になる方は研磨してあげるといいかとは思います。着用感は小ぶりなサイズと、あとラグがねぐっと下がっていることもあって、腕の乗りすごく良くて着用感抜群でした。またアート的なデザインっていうこともあるので、女性の方がつけてもとてもねかっこいいと思うので、パートナーの方とシェアして楽しむっていうのもありだと思います。まだ届いて数週間なんですけど、着用イメージ写真を少し撮影してみたので、コーデのイメージだったり、あとはサイズ感の参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。アート的なねデザインの腕時計なんですけど、程よいサイズっていうこともあって、大人カジュアルなコーデだけではなくて、ちょっとね綺麗めなジャケパンスタイル、それにもね相性良かったですね。自分のスタイルを楽しみたい、アート的な腕時計を楽しみたい、そんな大人の方にぜひ選んでほしい一本でした。とてもねシンプルな腕時計なんですけど、独特のオーラ楽しめます。今回はカナダのマイクロブランドフルークス様とのコラボレビューとして、新作 FLX004 を時計マニアの目線で徹底レビューしてきました。いかがだったでしょうか。ヴィンテージウォッチのような正統派のね腕時計っていうのももちろんいいんですけど、個人的にはこの FLX004 の限りなくシンプルにデザインされたレトロフューチャーなスタイル、このデザインかなり刺さりました。購入においては日本未上陸の時計ブランドということもあって、海外サイトからの購入になるんですけど、ドキッとした方はぜひ一度公式サイトチェックしてみてください。欲しくなると思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。